と、あと打ち方の方というか、横面打ちですね。最近は割に発想から打たれる方が増えたようですし、発想からの方が親切かなと思うんですけども、私らの時は、正面と横面って、この時点では間合いを詰めてくるまではわからない。これ素手の時もそうだったんですよ。自由技の時に正面打ちと、言ったかもしれませんけど、正面打ちと横面打ちをどう見極めるかって。今は割にも横面打ちってここからやってくださる方が多いんですけど、昔は正面打ちと横面打ちギリギリまで区別がつかないで、どうしようかみたいなのを先輩と、稽古してた記憶があるんですけども。本来、どっちが本来とは言えませんけども、この正面打ちの変化として。だから、素手でやれば、打ってきますよね。正面に、剣でいいです。さっき言った、合わせて、中心を取りに行ってるんで、彼もさっき練習したんで、外していきましたよね。ちょっと正面打ってきて。ごめんね。すみません、めっちゃ足も踏んで。すぐ姑息なことをするんですけど、正面取って、ここ取りに行きますよって、正面取りに行きますよ。で、彼はそれを察知して、寸止めね。そうです。首を取る。で、その瞬間に自分も変化すれば。で、発想に取ってくだされば、私よく言うんですけど、ここが取れてれば、横目打って、絶対打てないですよね。なんか片手でめちゃくちゃ振り回しても多分届かねえよな。うん、ここが取れてれば、この手は来ないわけですから。それを、剣を、ここら辺狙っちゃうもんだから、ここで行くとどうやったって逆に切られますよ。この安全圏に、ここを取った後で、立ち取りにされたらいいかな。打つ方は本来は正面から、本来以前は正面打ちと変わらない打ち方で。で、最近は発想で打ってくださる方が多いので、発想だともうここが見えてる。見せてくれてるからここを取ればいい。どうしてもこっちが気になる。歯が気になるから歯の方を意識しますけど、歯の方に意識が置いたら多分もう無理ですよ。こちら側を、左のこっちを取っておけばいいかなと思いますですね。で、月はね、もう、まっすぐ、これはもう勃見、組み立ちの話になってしまいますけど、いわゆる普通の月、まっすぐつく。暗黙で溝落ちつきましょうねってなってますからね、喉ついてくる人はめったにいないとは思うんですけど、それも暗黙で聞いたことないや、お腹つけってね。上では水月とか言われるけど、剣ではどこって、普通は喉なんですよね。剣で月って言われりゃ。ただ、いわゆる剣を横に寝かす、巻き月っていうか、横に寝かす場合は、あばら狙うとか言ったりもするんで、ただ、立ち取りの時はなぜか暗黙でお腹を狙ってると。で、まっすぐつく人、歯を寝かしてくる人、で、さっき、やったかな、そのままつけてくる人とか、特にこうしろという決まりを聞いたことはないんでね。さばき方においては一緒ですね。避けたら終われるよって。もう仕方がないです。稽古の段階として当たるっていう、もうこの当たるというポイントを覚えて、それを外す稽古をするしかないかなと思うんですけれどもね。手法なりの決め方とすみません、関係の部分に聞けなかったんですけど、それは決め方というか取り方それも知らんですか、決め方。いや、先生が要求でされてないとおっしゃってたので、先生どういうふうにされてるか。どこ取ってるかによるけど、これでもう、離さなければそのまま単純に手こでこうして。ここですっと取って、で、しっかり持っててよ。ゆっくり倒すけど、両手で大丈夫。両手でゆっくり倒すとき。で、歯は触っちゃいけないのは決まりだから。もう、これは大したことない。単純に手こで外せる。本当はこのまま。
で、そうそう、まあ探検でもすると、はい。で、起きて、その4挙ね、俺はしないけど、4挙だっていう人もいるし、リストロック、ここの手首決めろっていう人もいるけど、個人的にはこう来て、そのまま、だから、うちの、両手で投げるのってうちの特徴なんですね。だから、で、難しいやつ。これ塩投げの話になるけど、ちょっと、まあ、一回とりあえずこれ取ってからやるけど、こう取って、この状態で、そうそう、取ればいい。手法投げそのものが、もちろん道場の言うけど、片手で投げられるところが結構多いですよね。で、片手で投げて、ここで、えいっていう弾心を取られるとか、まあ、場合によってはここで押さえて、こういうふうに取られる弾心、こういう弾心取られるところとか。まあ、外国行くと割に投げ捨てられるところも多い。最初にあれをやられた時ちょっと逆にびっくりしたんですけど、途中でポンと手離されたんで、おわってなっちゃったけど。で、それがうちは、ごめん、すでに。うちの特徴で、この R。この R を使って投げて、斬新もそのままその R を使って、相手のへそ、相手がのけぞるように両手使ってこうしてるね、うち。わかんない方は、手を畳に押し付けの斬新と思ってる方がどうも見受けられるんだけど、これ自由だもんね。前やったかもしれんけど。そうじゃないです。投げた時のカーブをそのまま使って、相手がのけぞるようにスーッと持っていくのが、どちらかというとうちのやり方だから、このやり方してたら勃剣も探検もそのままで取れると思うんですけどね。立ち取りで取った後に相手にお返しするときやるんですけど、それの作法というかそういうのはあるんでしょうか？知らないですけどね。何百回も聞かれて、すいません、聞いたことないしか知らない。本当に申し訳ないです。知らないんですけど。一応まだ継続してますので、自分の方に歯を向けないように、できるだけ相手が次の動作に入るのに手間かかるようにして渡してますけどね。そうだな。こう渡してしまえばそのままだからね。できるだけ相手の人が手間取るようには、で、お渡しして距離を取ってますけど。作法って言われるとよくわからないです。もうどうぞその先生に、ついてある先生にお尋ねいただくのがベストだと思います。はい、ということで本編の方を見ていただきましたけれども、先生のお嫌いな武器取りの最後なんですけれども、一番長くなってしまいました。そうです。結局すみませんね、嫌だとか嫌いだとか言ってるやつにかけて長くなるんですよね。すみません。たくさんポイントはあるとは思うんですけれども、先生これ武器の稽古というのはどれぐらいの頻度でって言ったらおかしいですけれども。いや、私も立ち取り、武器取りはほとんど稽古しないですね。だから組み立ちとかはよくやってるし、あくまでその炎上上にあると思っているので、特別に多分皆さんメンバー付き合い長いけど、私が武器取り稽古するのに多分ほとんど、出会ったことないと思うんです。そうですね。武器の稽古自体はやった方がいいっていうのが個人的には好きなのでやってますけどね。そうですね。はい。武器取りもそうですけど、武器の稽古今 YouTube とかそういうので見れたりして、そういうの参考にしながらちょっと自分でも工夫してやるっていうのは面白いのは面白い。そうですよね。だから結局やりたいのはその原理原則的なものですよね。いわゆる全部言いますけど、ハウトゥーでこうやって取りましょうとか、演舞用とかデモンストレーションだったらいろいろ変わった手合いを見せてですね、いろんなみたいなアイデア勝負みたいなのもいいと思うんですけど、原則的にはそんなにいくつもありえないと思うか、逆にその原則を抑えてそこから派生したものはいろいろどんなに数があったとしても原則一つですからですね、その原則みたいなのを学びたい、どうやって学ぼうかとしてるんですけどね。その手段の一つとして武器取りもあると思っているんですね。そうですね。はい、わかりました。では今回はこれで終わりたいと思います。たくさん金メダルが出てるといいですね。そうですね。ということで、よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。